それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人から連絡は来ますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。では、まず今のあの人のお気持ち状況を見ていきます。まずこちらのラブオラクルから今あの人の状況、お気持ちね、オラクルカード1枚もらっていった後にタロットカードで展開していきます。で、連絡来そうもしくは来なさそうっていう結果になると思うんですが、もしね連絡来るとするんだったら、それはいつ頃なのかっていうところまで見ていきます。で、今の時点では可能性低いっていう結果になった場合はどうしたらいいのかなっていうアドバイスのところに持っていこうと思います。まずあの人の今の状況、気持ちっていうところで運命の人出てきていますね。で、今はこの連絡来るか来ないかっていうところなので、もちろん連絡今取れていないよっていう方もいるでしょうし、連絡取れているんだけど今 2,3 日連絡途切れちゃったとかね、その感覚途切れ具合様々あると思います。でもお相手の中で運命の人が入っているので、あなたのことを思っているっていうのはもう出てるんじゃないかなと思うんです。たとえ今連絡取れていなかったとしても、あなたとのご縁を感じているっていうのがもう出てきています。では、タロットカードからこの方の、状況だったりこれからの動きっていうところを見ていきます。いや、嬉しいですね。運命の人が入っているといいなと思います。離れていてもあなたを思っているよとか、何があっても思い続けているよとかね、連絡なかなかできないけど思ってる、ご縁を感じている、はい、ではこちらで見ていきましょう。そうですね、これで見ていくと、お相手の今の状況っていうところを見ると、ご自身の中で今決めていることがあるんじゃないかなというのがね出てきています。それは自分自身の状況を何とか自分のものにしたくて頑張ってるっていう方もいるでしょうし、連絡取れていないだとしたら、あなたが今どんな状況にいるかって言ったら、あなた自身が今動けていないよっていうカードが出てきてるんです。ここ、ソードの8ですね。お相手の方が動けないというよりは、あなたの方で今動けない現状や環境、原因があるんじゃないかなと思っていますし、これからお相手はそうですね、柔軟に対応していきたいっていうのが入ってきてるから、今問題点、連絡取れていないとか何かあったとしても、それは対応していきたいんだっていうのが出てきていますね。でもそのためには周りの噂話だったりっていうのが要注意だよっていうのが入ってくるんですね。これ勝利を表すソードのエースのカードで、お相手の課題点のところに連絡するかどうかって決断するとか、自分が連絡したい時にする、あなたの気持ち、状況を汲み取るっていうのが出てきていますね。あなたの状況がどうなのかなっていうのをタロットでもらっていきましょう。どうでしょうかね。そのお相手が連絡取りたくないのではなくて、あなたの方が自分で動けない原因か何かあるんじゃないのかなっていうふうに、お相手の方からはそう見えていますよっていうのが出てきていますし、お相手はあなたにご縁を感じているので、手放すとかそういうことは考えていないんじゃないかなと思います。今連絡取れていないとしても、そんなに日が経ってないんじゃないかなと思うんですが、あなたの今の状況1枚教えてください。ソードの5番です。今癒しが必要な時、あなた自身が深く傷ついて動けないとか、あとマイナスに捉えているかもしれない、あなたが思っているほど現状そんなに悪くないんだけれども、これソードの4番ですね。癒しが必要な時っていう風に出てきていて、あなた自身がひどく傷ついていて動けないとか、連絡取れない、体調を崩しているっていう方もいるかもしれないし、お相手がどうこうではなくて、あなた自身が今連絡するモチベーションがない、誰かにひどく傷つけられたとか、あとそのお相手はそんなつもりがなかったんだけど、あなたの方でぐさっとくるようなことを言われたようなね気がするとか、実際そういうふうに感じてしまって、
何も言えなくなってしまったとか、私って嫌われてるんじゃないかなって思ってしまったとか、お相手は全くそのつもりはないとは思うんですけど、でもあなたの方で原因はあなたが疲れてるからだよとか、自分で動けなくなってるからじゃないのかなっていうふうにカードの方が言っています。連絡取れない、どうしようってあなたが思ってるんだけど、実はお相手的にはそうでもないよっていうふうに言われています。だからこのギャップを考えると、連絡取れていないのってそんなに日が経っていないんじゃないのかなって思いますね。1週間以内とか、1週間前後だったりとか、そういう時もあるよねぐらいにね、周りの人が見て思うような期間なんじゃないかなって。ずっと連絡取れなくて、もうこれ以上ね会えないんじゃないかとか、そういうわけではなさそうに見えます。なんかね、気にしすぎなところがあるよっていう風に言われてるのと、あとお相手的にちょっと状況、周りのこととか耳に入ってきてるよっていうのがね出てきているので、そうだな、なんかこう警戒しているところがお互いあるのかもしれないですよね。状況的に今のお相手悪くないし、目標に向かって取り組んでいるところっていうのがあるので、例えばね仕事で忙しくてなかなかあなたに割く時間が今はないのかもしれないけど、これからは時間取れるようになっていくよっていう風に言われてるんですよ。だから最近こうほったらかしにされてるなっていう風に感じる方は、そのうち解消するよっていう風に捉えていただくといいんじゃないかと思うんですね。お相手の方でも決めてくれると思うので、周りの方でねうるさく言ってくるような人がお相手の周りにいたとしても、それを跳ねのけてあなたと連絡取っていくと思うから、このあたりはあまり深く考えなくても大丈夫ですよっていうふうに言われています。そうですね。あとお相手は心のままに動いてくると思うし、あなたが何かしら強いサインを送らなかったとしても、強い言葉を発しなかったとしても、メッセージを伝えなかったとしても、感じ取って察してくれるところがあると思うので、あまり強く言い過ぎなくても大丈夫だよっていうふうに言われています。そうですね、最近連絡ないけどどうしたのとか、何してるのとか、不安なんだけどとか、少し伝えるぐらいにしといて、あまり多くを語らない方がいいねって、その方がねこのお相手の心の平穏にもつながっていくし、より安心できると思うんです。なので連絡来ないか来るかって言われたら来るっていう答えになりますね。じゃあいつ来るのかっていうのをトランプで具体的な数字もらっていきましょう。何日後でもらっていきましょう。何日後に連絡来ますかっていうことですね。お知らせ、連絡が来るでしょうっていうことです。あの人から。何日後、はい、11です。11日後に来るでしょう。今この動画を見たタイミングから11です。そうですね、そこまでね考えてるよりね、お相手の方が今柔らかい、思考というか対応してくださると思うし、ここねゴシップで周りの人にとやかく言われるかもしれないけど、ちゃんとそれ跳ねのけてくれるっていうのが出てくるから、周りでごたついてることがあったとしても、そこはこのお相手の自分の目で見て自分で動いてくるっていう風に言われてるので、そこは安心してください。あとはタロットカードを使ってもう少しアドバイスをもらっていきましょう。こちらのタロットカードからあなたに対するアドバイスもらっていきましょう。じゃあ私は今どういうことをすればいいのかなっていうことや、お相手に対して今できることあるかな、どういうことが今あるのかなっていうところ、あなた視点で見ていきます。はい、こちらでもらっていきましょう。はい、では見ていきます。まず、ディスクの1番、そんなに焦らなくても大丈夫、そのうち吉報が届いてくるでしょう。今あなたが連絡来ないとか返事が来ないとかっていうことで悩んでるとするのであれば大丈夫ですね。それはあなたがひどくねそのように感じてしまってるか、またはお相手がね思っている以上にあなたがうまく返事返せないとか連絡しづらいって意識しちゃってる、緊張しちゃってるとか、
そうですね、なかなか噛み合わない、タイミングが噛み合わないっていうことが原因なのであって、お相手のお気持ちが冷めているとか、そういうことではないよっていうふうに言われています。厳しいなって思う現実があるかもしれないけど、お相手にぜひね、優しく接してあげてくださいっていうこと。そしてそうですね、お相手から連絡来た時に、なんで何日もほったらかしてたのとか、連絡くれなかったのとかっていうふうに聞くのではなくて、ここは何もなかったかのように違う話題を持ちかけていくといいんじゃないかなっていうのも出てきています。軽くね、なんで連絡なかったのぐらいはね、心配してたよみたいなことで言うのはいいんですけど、問い詰めるっていうことはしないで、連絡なかったのはこうなんだって言われたら、あ、そうなんだねっていう風にさらっと流しておいて、そういえばさみたいな、これから先どうやってやっていくとか、これからデートしたいんだけどいつならいいだろうみたいな感じで、未来のことについて話題を振っていったり、またはお相手の取り組んでいることや好きなこと、趣味のことを話題に触れてもいいと思います。このようにね、お相手と接していきましょうっていうアドバイスカードが出てきています。これからね、お相手から連絡来る可能性すごくあるので、あなたがね、思ってる以上に連絡来る可能性全然あります。多分あなたの中で、いやもう来ない、もう終わった、ダメなんじゃないかっていう風に思ってる率の方が高いのかなっていうのは出てきていますよ。はい、ということで最後にアドバイスカードをもう1枚もらっていきましょう。こちらラッキーカラーとしてもぜひ取り入れてください。こちらのクリスタルカードからメッセージをもらっていきましょう。ね、運命の人ってお相手出てますから、このね、ご縁、この赤い糸をね、ぜひ切らさないように大切に育んでいきましょう。ではメッセージもらっていきます。ルビーです。そのままでいてくださいっていうカード。これルビーなんですけど、色としては紫に多分近いと思うんですね。なのでこの紫の色を取り入れていきましょう。こちらのルビーのカード、メッセージをもらっていきましょう。キーワードは明確なビジョン、情熱、具現化、ヒーリング、保護です。揺るがないビジョン、何かを守り抜く強さをあなたは持っています。周囲から理解されない、認めてもらえないと感じることもあるかもしれませんが、それはあなたの信念の強さの反映です。それでも少し疲れたなと思うときは、褒めてほしいとリクエストしてみましょう。少し弱音を聞いてもらってもいいと周りの人にお願いしてみるのもいいでしょう。もっと頑張らなきゃ、もっともっとと一人で頑張らなくてもいいのです。あなたは心でつながれる仲間の存在が必要です。そしてその人は意外なほど身近なところにいます。あなたはあなたのままでいいのです。安心して心を開いてください。はい、誰かに弱音を聞いてもらってもいいでしょう。このお相手に聞いてもらうってこともいいですし、お相手ではなくてね、お友達に話を聞いてもらって心をすっきりさせるとか落ち着くってことをしてみてもいいと思います。そのままでいいよっていう風に言われてるので、ありのままの今の自分をね、そのまま受け入れてください。自分がいけなかったんじゃないかとか、自分に原因があるんじゃないかっていう風に、お相手を責めるというよりは、自分がってね、悪いんじゃないかっていう風に悲観的に捉えているところがあったので、その必要はないよっていうメッセージです。あとはお選びいただいたオラクルカード、これはリラクゼーションを表しています。リラックスしましょうっていうことですね。柔らかで穏やかな香りや音を感じましょう。あなたの中でね、柔らか、そして穏やかということでイメージされること何でもいいです。取り入れてください。香りや音なので、風を感じるとか香りを楽しむでもいいですし、食感や柔らかさっていうのを追求してもいいです。あなたにとって心地いいものを使って、あなた自身の心を解放、リラックスさせてください。これが今のあなたへのメッセージです。はい、この2枚のメッセージぜひお受け取りください。この人から連絡来る可能性たくさんあります。11日後が目安でしょう。今回はあの人から連絡来ますかということについてリーディングしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。
今回のテーマは、あの人から連絡は来ますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。まずはラブオラクルを使って今のあの人の状況1枚もらっていきます。連絡来ますかということなので、音信不通の方もいらっしゃると思いますし、連絡ただ単純にね、今連絡待ってますよって、昨日から連絡ないなっていう方もいるでしょうし、連絡いきなりね取れなくなって1週間経つんでハラハラしてますって人もいらっしゃると思います。まずお相手の状況を見ていきましょう。駆け引きのカードですね。単純にここはもう恋の駆け引きとしてしばらくねすぐに返事しない方がいいのかなとか、そういう風なのを単純に感じます。お相手の中でこの恋愛を今ちょうど楽しんでいる駆け引きですね。自分が返事をすぐ返さないことによってあなたはどう思うんだろうかとか、そういうことを感じてるんじゃないかと思います。もう少し深くあの人のことを探っていきます。こちらのタロットカードを使って今のあの人の連絡するかしないかっていうことに対してどう思っているのかってことを見ていきます。あと単純になんかこう忙しいっていうのが入ってくるかな。忙しいっていうのは仕事じゃなくて趣味とかお友達との関係ですね。連絡来るか来ないかで言えば連絡来ると思います。はい、連絡来ますので安心してくださいというのがね、ここでお相手からのね近況状況メッセージとして入ってきています。単純にこう今こうあなたに対して駆け引きしてるところだし、心の中では寄り添ってるよっていうのが入ってきますね。このね駆け引きっていうのがかなり印象深くて、私って遊ばれてるのかなっていうふうに思うかもしれないけど、そういうことではないんだということですね。かといって例えば仕事が忙しくて連絡取れなくてとか、この人が連絡なかなかしない人とかでもなくて、あなたと単純にこう今やり取りしていて楽しいなと思っているし、今連絡が取れていないのであればそれはほんのわずかな期間だと思うし、長い間取れていないっていうわけではなさそうですね。溜め込んでることがあるんだったら吐き出してっていう風に言ってくれています。お相手があなたの本当の本音、心の中っていうのを今よく見ているところだし、あとそうだな、やっぱりこう忙しかったっていうお相手もいると思う。その単純にね体調を崩すとかそれぐらい追い込まれているんじゃなくて、最近ちょっとこう仕事に目処が立たなかったなとか、一山乗り越えたなっていう方もいるでしょうし、お友達と遊ぶ時間がちょっと多かったなとかね、そういうこともあると思います。移動のカードも入ってるので、旅行行ってたよとか研修受けに行ってたよとかっていう方もいると思う。その間少しだけ連絡取れなかったっていう場合、可能性の方が高くて、これから普通にあなたに連絡するからっていうことは言われてるからね、多少今何日か数日間とか1週間2週間ぐらい連絡取れなかった時期があったけど、何事もなかったかのように連絡するし、もしあなたが連絡取れていない間不安にさせてしまっていたのであれば、そこはちゃんとこういうことがあったからだよっていうふうに説明するし、心オープンでいるから、だからあなたの方も自分の気持ち抑え込まずにオープンにしてねっていうふうにお相手からのメッセージが伝わってきます。ここね、信頼してねっていうカードが入ってるんですよね。月のカードは不安を表すカードなんですけど、あなたのことを不安にもしさせてしまっていたのであれば、というか不安にさせていたんだと思う。この人も自覚してると思うんですよね。ちょっとこう自分のやりたいことやりすぎちゃったなとか、自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃったなっていう自覚もあると思う。根本的にはあなたに寄り添っていきたいっていう気持ちは変わらないから、だからごめんね、心配かけてって大丈夫だよっていう風に言ってくれると思います。そしてこちら最終カードビクトリー、勝利を表すカードが入ってるので、連絡来るでしょうっていう風に入ってますね。連絡したくないとかそういうことではないので、そこはあなたの方も安心して受け止めていいと思います。
じゃあ連絡来ますかっていうことに対してはイエスの結果になったので、いつ来るのか何日後なのかトランプから出していきます。数字もらっていきます。何日後の1番なので、1日後、明日とかね、1っていうのが入ってきます。なんか突然やってくるっていうのが入ってくるので、まさかこんな時間帯にとか、思いもよらなかったぐらい早かったとかね、そんな感じでびっくりするあなたの様子っていうのを感じます。はい、ではここでアドバイスタロットからもらっていきましょう。そのすぐ連絡来るだろうっていうのが入ってますしね、そのカップの9も入ってますから、近い未来連絡取り合えると思います。その時にあなた視点で今度見ていって、あなたへのアドバイスもらっていきましょう。お相手とどう接すればいいのかなっていうこととか、何かあればっていうことでもらっていきます。はい、こちらの4枚でもらっていきましょう。まずそのお相手が例えばなんで連絡くれなかったのかっていうのは、そんなに大きな理由ではないと思うんですよね。ちょっと出かけていたとか、出張が入っていたとか、そう場所の移動っていうのが入ってくるので、遊びの機会が多かった、飲み会が多かったとかだと思うんですよね。なのでそのあたりはね、そのまま理解してあげてくださいって、ちょっと遊んでいたんだっていうところ、遊ぶっていうのはお友達とね出かけていたりとか、そういうことです。人付き合いだったり交流っていうのがあったんでしょう。はい、そしてお相手との間の信頼関係とか、今まで育んできたやり取り、交流とか絆っていうところをしっかりと自分の中で持っていってくださいって、あなたが揺らぐ必要はないんですよっていうのが出てきています。そしてなんで連絡来ないんだろうとか、早く連絡くれないかなって思ってること、あなたが溜め込んでいることっていうことに対しても、あなたは自分で自分自身に打ち勝つことができるし、例えばね、周りにライバルがいて気になるとか、あの人と遊んでるんじゃないかとか、この人と連絡取ってるんじゃないかっていう余計な不安からあなたは脱出することができる。自分自身の弱い心に打ち勝つことができるから、自分自身の心も信じてくださいっていうふうに言われてるんですね。じゃあお相手から次連絡来た時に、お相手にどういうふうに接していけばいいのって言ったら、お相手の話を聞いてあげてくださいって、多分ね、お土産話みたいな形で、こういうことあってさとか、こんなふうに思ってたんだよねみたいなことをお相手が言ってくると思うので、そうなんだねっていうふうに受け止めてあげると、お相手が喜ぶんじゃないかなって思うんです。なんで連絡くれなかったの、許せないとかではなくて、あなたが十分に大事にされてるんだっていうことを感じて、あとはお相手がね、こんなことあって、今日こんなことあって、あんなところ行ってとか、そんな話を聞きながら、うんうんっていうふうに言われる、あなたが言うと、お相手も安心するよっていうのが言われていました。はい、これがお相手から連絡来た時にどう対応すればいいかなっていうメッセージカード。そしてあとは最後にオラクルカード、こちらのクリスタルカードを使ってラッキーカラーとメッセージをもらっていきましょう。なんかね、その駆け引きのカードが出ていて、そのあなたにねすぐ返事しないことであなたを不安がらせたいとか、そういうことではなくてね、そんなことではないと思います。そこまでこの人意地悪じゃないと思うから、何かね、この恋愛、あなたとの関係性を今楽しんでいる最中だよっていうことは伝えてきてくれている。連絡をわざとしないというよりは、こう遊んでいたとか外に出ていた機会が多かったんじゃないかな、やることがあったんじゃないかなと思います。そしてこちらシトリンですね。このカードの色合い的に、ちょっと黄色みがかったカーキ色と言えばいいでしょうか。ゴールドの色ですね。なのでこの色をぜひラッキーカラーとして取り入れてください。シトリンは輝き出す才能です。キーワードは浄化、癒し、そして意志。あなたの才能がどんどん目覚めていきます。このカードはあなたに生まれつき備わっている才能や知恵を表現することをサポートしてくれています。才能を開花させ、生きることを受け入れてください。今は向いていない、無理だ、
面倒だと感じることでもできる限りのエネルギーを注いでみましょう。自分にもできたらなと思うことがあったら今すぐやってみましょう。この機会は新たな一面を開く扉として現れているのです。きっと今まで知らなかった才能が見つかることでしょう。自分の才能を生かすという決断が素晴らしいチャンスをもたらします。あなたが関わることすべてがうまくいき成功していくのです。あらゆる豊かさや成功を受け取り、人生を思いっきり楽しんでください。才能が今輝き出す時です。ぜひこちらのメッセージもお受け取りください。今回はあの人から連絡来ますかということで、こちらをテーマに占いを行っています。そしてお選びいただいたこちらのカード、ウィッシュ、願いですね。あなたの願いや希望は叶います。なので信じていきましょうというシンプルなメッセージです。はい、でウィッシュカードも入っているので、連絡来ますかっていうあなたの願いに対して答えはイエスですね。ソードのエースも入っています。お相手からのお返事あると思いますので、ぜひお待ちください。はい、では今回はリーディングは以上となります。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人から連絡は来ますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。ではラブオラクルからまずあの人の近況について1枚もらっていきます。あなたへ対する思いや今自分自身の思い、環境、状況すべてを含めて一つテーマとしてもらっていきます。連絡を取れない方、音信不通になっているよっていう方もいますと思いますし、あと連絡取れなくて数日ですっていう方もいらっしゃると思います。見ていきましょう。欲しいものを明らかにするっていうカードですね。このお相手の中で目標を定める時とか、そうですね、あなたに対する思いとしても何かこう意思表現、自分の中のこれですっていうのを今明確にしようとしている時なのではないかな。整理中っていうのも入ってきます。物事を整理している時、考えをまとめている時っていうのもそうなのかなと思います。もう少し深く潜ってみていきましょう。何を整理しているのか、何をあなたに伝えようと思っているのか、伝えたいことをまとめようとしているのかなとも思います。あとはこの人の中の生活環境をシンプル化させようとしているのもあるかもしれません。ではこの人の状況をもう少し見ていきます。そしてこのカードから連絡来る来ないっていうのをもらっていきます。そして連絡来るっていう場合はいつ頃なのかっていうことと、連絡来る可能性低いよってなった場合はじゃあどうすればいいのかなっていうふうに切り替えてみていきます。はい、そうですね。これで見ていくと、今そのお相手一人になりたい、一人というかゆっくり過ごしたい時なのかなっていうのは入ってきます。今までこう穏やかに過ごしてきたとか、自分の自由に過ごしてきたところもあったと思うんですね。なんで連絡くれないのかなっていう今の現状、あなたがねそう感じてるのかって言ったら、かなりこう悲しい思い自分してるよっていうのが伝わってくるんですよね。お相手と喧嘩しちゃってっていう方もいるかもしれないし、あとその他にねお相手が気になる人いるんじゃないのっていうところで勘ぐってしまったりとか、変に思ってしまったりして仲こじれちゃったよっていう方とか、あとそうですね、何かこう抱え込みすぎていたんだよっていうのがね入ってくるんですね。中にはこうトゲのある言葉をお相手に向けてしまったとか、ちょっとこうつっけんどんな態度をとってしまったとかね、拗ねちゃったっていうあなたもいるかもしれない。何かこう連絡取れなくなったのは原因がはっきりしてるんじゃないかなっていうのが入ってきますね。そしてじゃあこれから連絡来るのかなって言ったら来そうな感じではあるんですけど、
タイミング逃しそうな感じもするよっていう風に入ってくるので、もう少しね深く見ていきます。まずあなたとお相手の間に何かがあったのかなっていうところで、2人の間に何かありましたか？連絡が取れていない原因何かありましたか？ソードのエースですね。そしてもう一つワンドの10に対してももう少し補足もらっていきます。あなたはどう感じるだろうかっていうことで、お相手から連絡来るのを待つ前にあなたの方から動いていく気がします。もう一つねもらっていきましょう。ワンドの9、ごめんなさい、9と10ですね。どうすればいいのかなっていうのをタロットカードを変えて見ていきます。このカードを見ると、お相手よりもあなたが先に動くんじゃないか、待ちきれずに動いていくんじゃないかっていうのが出てきています。それが良い結果となるのかそうじゃないのかっていうのが分かれるんじゃないかなと思います。お相手がこれから先近未来あなたからの連絡を自分からするんじゃなくて受け取る側になってるんですよね。そしてそのあなたとの間に何かあったかって言ったら、あったかもしれないっていうのが出ています。それはその連絡のやり取りのことについて行き違いが起きたのかもしれないし、早く連絡くれないかなとか、連絡するしないの頻度によって感じるものがお互い違っていたのかもしれないですね。この時これが原因だったんだっていうのが入ってます。あとここね、対立のカードや損失を表すカードがあなたの位置に出ているので、あなた自身がお相手と連絡取れなくなっちゃってひどく落ち込んでいたり、または周りとの対立っていうところが原因として入ってきてるかもしれません。ここですね。ただね、そのお相手がじゃあこれからあなたとの連絡これから受け取ってやり取りしていくのであれば、タイミングよく見てねっていう、これねすごくいいカードなんです。豊かさでペンタクルのエース、すごくいいカードが入ってるんですけど、これが課題点として入ってるんですよね。でそれを果たして受け取った後、じゃあどうなるのかなっていうところに目を向けてほしいっていう風にメッセージが入っています。でワンドの10、プレッシャーや重圧感っていうカードと、でワンドの9、この恋愛とかお相手と連絡やり取りするにあたって、あなたの中でもプレッシャーと戦っていく勇気を持つ必要があるし、決意していくことも出てくるだろうっていうね、そんなカードなんですね。メッセージのあるカードで、どうすればいいかなっていうのをカードを変えて見ていきます。これちょっとイエスともノーとも取れないような、お相手から連絡来ますかってことに対して答えとしては、あなたの方が先に連絡するんじゃないのかなっていう答えになっています。ではそうですね、あなたの方から連絡した場合、お相手それを受け取ってくれるんですね。でその後じゃあどうなるのっていうことで、まず出していきましょう。お相手とどんな風に連絡取っていけばいいのかなってことです。やっぱりペンタクルエース出てますね。お相手がソードのページ、そしてワンドの7番。しかしここね、太陽のカードが出てるので、連絡取り合って、一悶着あるかもしれないけど、最終的に丸く落ち着いていくでしょうっていう風に言われています。そのね、何かあるって、じゃあ何に気をつければいいのっていうところもちょっと気をつけたい、欲しいところでもありますよね。でそれは連絡のやり方、仕方だったりとか、あとはタイミングの問題だったり、あとそうですね、あなたの投げかけた言葉とか、連絡のメールの文章の一つ一つのところに何かねあるかもしれないなっていう、うまく言葉を使ってくださいって、お相手に届きやすいように、届きやすいタイミングで連絡してくださいねっていうメッセージが入っています。でもその丸くね収まっていくし、タイミングうまく掴んでいけば大丈夫だから、そこまでね警戒しなくても大丈夫だよっていう風に入っています。お相手と軽快なトークを繰り広げていければいいんですけど、何か作戦を立てる必要があるねって言われています。
ソードの7番のところに補足をもらっていきます。はい、女帝のカードです。自分の魅力信じてくださいねっていうカードですね。正々堂々といけばいいのかもしれないし、うまく立ち回っていってもいいかもしれない。そうですね、立ち回るかな、そのお相手に合わせてっていうところがあって、お相手が今どんな状況にいるのかっていうのを知ることができれば一番いいんですけど、あんまり煮詰めすぎる必要ないよっていうメッセージはね入ってきてるんですね。そして計画をきちんと立てて気持ち落ち着かせてからお相手に連絡取ることっていうのがあります。待つんじゃなくて、多分あなたの方から動いていくと思う。あなたの方から動いていった場合はタイミングと、あとメールだったら言葉のちょっと文章を一回チェックしてみてね、確かめてみたりとか、時間を置いて1日置いてまた見返してみて、大丈夫そうだと思ったら大丈夫そうな時間に送ってみるとか、計画性は必要になってくるかもしれないし、工夫も必要になってくるかもしれません。そして決断と実行です。はい、勇気を持って決断しましょう。動くんじゃないかな、やはりあなたの方から。で、お相手がちゃんとそれを受け止めてくれると思うんですけど、お相手がねかしこまらないように連絡取っていくといいんじゃないかと思います。向こうの連絡を待つよりも今一度連絡送ってみて、そしたらしかるべきタイミングでお相手の方からまとまった答えとか整理した答えっていうのが、お返事ねっていうのが出てくると思います。一回送ったらあとは引いて待ってみるのもいいと思う。これは勇気のある決断かもしれないですね。早く返事が欲しいとか、早く何か言ってくれって思うかもしれないけど、一度自分から送ったらあとは受け取るのをしっかり待ちましょうっていうことですね。はい、この豊かさとかね、幸運を表すカードも出てるから、うまく流れていくとは思うんだけど、注意ポイントはところどころ出てくるよっていうふうには言われています。そう、流行る気持ちを抑えてねやっていきましょうということと、あとその実行っていうのがあるから、待つんじゃなくて動いた方が逆にいいんじゃないかなっていうのもあります。そして蓋を開けてみれば、特にねそんなに深い意味とかがなくて、そのお相手の中でねちょっと休んでいたんだよとか、遊びに行ってたんだよとか、そういうことを聞けるかもしれないし、実際に対立のカードが出ているので、お相手と喧嘩しちゃったっていう方に関してもすぐ仲直りできるようなタイミングがやってくるかもしれない。そしてあとはですね、喧嘩していなくてただただ連絡取れなくて自分がすごく不安で心が落ち着かないんですっていう方だとしたら、勇気を持ってまず自分から連絡をしてみましょうっていうのが出ていますよ。はい、自分から掴み取りに行くんだっていうことですね。あとはあんまり押しすぎずにね、一度押したらあとは引いてください。トランプからあなたがいつ連絡取っていけばいいのか、具体的な目安として数字もらっていきます。9です。これは何日後で見てるので、9日後に連絡をしてみてください、まずは。そしてあまり悲観的にならずに、そして文章とかメールとか話す会話の内容としても重くなりすぎないように気をつけてくださいっていうメッセージがあります。ぜひこちらの数字も参考にしてください。ではお選びいただいたオラクルカードです。これはインスピレーションを表すカードですね。インスピレーション、ひらめきです。そしてカードからのメッセージは、緊張を手放してチャンスをつかみ取りましょうというメッセージです。今ガチガチに考えすぎていたり身構えているのかもしれない。パッとひらめいて動いてみてもいいでしょう。緊張を手放してチャンスを、チャンスがね2枚入ってるんですよ。豊かさ、チャンスを表すペンタクル、エースのカードが入ってるので、ぜひこのねチャンスをつかみ取りましょう。でもあまり執着しちゃうとお相手今度引いちゃうので、このお相手の様子を見ながらねやっていきましょうっていうアドバイスでした。はい、それでは好転アドバイスとしてクリスタルカードから最後にラッキーカラーとメッセージをもらっていきます。はい、こちらのカードですね。ブラックパール、あなたは尊い存在です。
色合いとしては白から水色にかけての色だと思いますので、白か水色、このあたりで取ってみてください。ラッキーカラーです。そしてカードからのメッセージもお伝えしていきます。あなたは尊い存在です。自分自身を分かち合いましょう。キーワードはしなやかさ、自分軸、信頼です。好きで続けてきたこと、長年関わってきたことなど、あなた自身の人生について語ってください。あるいは歌うこと、踊ること、アートを描くことかもしれません。このカードはあなた自身を表現するように求めています。あなたにとっては取るに足らないこと、当たり前のことだと感じるかもしれません。しかし、あなたの内にあるエッセンスは想像以上に多くの人を癒します。勇気や元気を与えたり、仕事がスムーズになったり、問題解決の手助けにもなるでしょう。あなた自身が今まさに英知として世に出ることを待っているのです。沈黙はもはや美徳ではありません。気高く美しく力強く伝えてください。あなたにしか表現できない世界をこの世にもたらしてほしいのです。というカードからのメッセージです。自分の気持ちを表現していきましょう。沈黙はもはやあなたには今必要ありません。まずは動いて伝えてみてというメッセージが出てきていました。こちらもぜひお受け取りください。今回はあの人から連絡は来ますかというテーマに対して3番さんは、多分お相手が動くより先にあなたの方が動いていくんじゃないかっていう結果、それに対してどうすればいいのかっていうアドバイスも出していきましたので、参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。あの人から連絡は来ますかということで、いつぐらい連絡が来るのか、連絡が来る可能性が高いか低いのかっていうことで分かれてリーディングを行っていきました。それぞれ結果が出たと思いますので参考にしてください。そして今回はプチ3択占いを行っていきます。そうですね、もう具体的に詳細に今回見ていったんですが、あの人のお気持ちも含めてね見ていったんですけど、あなたが今できること何かあるかなっていうことで、気持ちの整え方っていうところに焦点を当てて見ていこうと思います。今から3枚カードを出しますので、お好きなもの1枚お選びください。気持ちの整え方、多分連絡取れないと心配になっちゃったり不安になったりしますよね。そんな時の気持ちの整え方、必要なメッセージもらっていきましょう。はい、今左真ん中右とカードを出しています。選択肢とは関係なく1枚今お好きなものをお選びください。では今回は右をお選びいただいた方から、気持ちの持ち方どうすればいいでしょうか。マジシャンのカードです。自分自身の中でもうすでにたくさんアイディアが湧き出ているはずです。身の回りのものを使ってリラックスしたり気分転換を行ったり、あなたの中でどうすればいいのかっていうのがもうすでに見えている。そして気持ちの落ち着かせ方やこれから先どうすればいいのかっていうのもすでにあなたは分かっているでしょう。その通りやられてみてください。先は明るいよってこと、あなたの中でも心ぶれない気持ちっていうのを持っていると思います。はい、では次真ん中をお選びいただいた方です。こちらはディスクのキング、ペンタクルキングですね。力のカードです。パワー、はい、自分の安心できる場所、居場所とか、あと頼れる異性の男性ですね、年上の男性とかお友達とかいらっしゃったら、その方を頼りにしてもいいですし、あとは自分の居場所ですね、お家だったり安心できる場所を環境を整えたり、そこでくつろいでリラックスするっていうのがいいでしょう。お金を多少使って旅行に行ったりとか投資したりするのもいいでしょう。それであなたが心が落ち着くのであればね、買い物をしたりとかリラックスグッズを買ったりとか、お家のために何か新しいものを新調するっていうのもいいと思います。あとは今まであるものを継続するっていうのもポイントなので、
そうですね、食生活を見直して改善してより良いものを求めていくのもいいですし、今食生活ちゃんと意識してやってるよって方はそれを継続していくことっていうのもいいでしょう。健康面の安定っていうのも意識されてみてください。生活や健康面ですね。では次、左をお選びいただいた方です。こちらはソードのプリンス、ソードのナイトのカードですね。目標に向かって動く時っていうのが出ています。で、どうすれば気持ちが落ち着くのかっていうことに対してのこれだから、目標、自分がどうやっていこうかっていうのが見えている方はそれに向かってもうすでに取り組んでください。体を動かすのがいいんじゃないかなと思います。または頭の回転を早くすることっていうのがあるので、頭を使って何かする、ゲームをしたりとか、メールを打ってコミュニケーション、コミュニティの中に入ってみるとか、頭を使って何かできること、パズルをやったりとか、いろいろあると思うんですね。謎解きをしたりとか、いろいろありますよね。あとも実際にジム通って体動かすとか、ランニングに行くとかで汗流すっていうこともいいでしょうし、あともう自分が連絡来る来ないっていうことに対してどうしようこうしようっていう風にもう分かってるよっていう方はそれに向かっても進んでいけば一番すっきりするんじゃないかなっていう答えで入っています。いや、どうすればいいか分からない、どうすれば気持ちが落ち着くか分からないっていう方はとりあえず体動かすのがいいんじゃないかっていう風に入っていますね。こちらもぜひ参考にしてください。では今回のリーディングは以上となります。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。